皆さんどうも、こんにちは。今日は、ジュースジュースというグループの、10周年記念コンサートに行ってきたので、こちらの感想を、言っていこうと思います。こちらの内容なんですけど、8月27日に、立川ステージガーデンで、行われていた、コンサートになります。まあね、他の趣味もあるので、全部の現場ね、行きまくるタイプの、ガチオタクというわけではないんですけど、まあね、基本的になんで配信とか、大箱中心で結構賛成してたりするんですけど、最近のね、ジュースジュースがあまりにも良すぎるということで、あんまり見逃せないなっていうのがあって、チケットを取って行きました。もうね、めちゃくちゃね、最高でしたね。まあね、まず男女比率なんですけど、半々ぐらいで、結構ね、男の人は、割とおじさんが、多い一方で、女性はね、結構若めのライトなファンが多いなという印象でした。ここら辺ね、なんか立川っていう場所柄なのか、グッズ T シャツを着てる人が少なかったりして、これね、地味にオタクの層がね、だいぶ、変わってるんじゃないかなっていうのをね、改めて、感じているところですね。はい。自分はね、結構、個人的にお気に入りの、ボトルツヤツヤティーを着てったんだけど、結構ね、みんな本当に服装バラバラで、ツアー T シャツ着てる人少ないなっていう、印象でしたね。はい。もっと着てもいいのになとか、ちょっと思ったりもしました。はい。で、続いてね、立川ステージガーデンの、箱としての感想なんだけど、こんな感じでね、外観すっごく綺麗なんだけど、ちょっとね、他の界隈とかで、悪い評判がある箱で、なんかね、ホールがね、フルフラットで、結構ね、見えない席があるっていうので、自分はね、3階席のもう一番後ろの方だったので、逆にね、高低差があって見やすかったんだけど、1階の後方とかね、2階のサイド席の後方に関しては、めちゃくちゃ厳しくて、ステージの半分ぐらい見えないというようなことがあったりするっていうところが、あるらしくね、ちょっとね、席ガチャみたいになってるような、状況らしくて、ちょっとそこはね、今後ね、中野サンプラザみたいにメインで使っていくんであれば、改善してほしいポイントだなと思いました。なんか結構雑誌の編集者の方で、小沢彩さんっていう方でね、結構ハロープロジェクトよく取材してる方がいらっしゃるんだけど、その人曰くね、なんか16万ぐらいつければ、1階席に段差がつけれるということらしくね、16万だったらね、もう本当にね、ちょっとクラファンとかすればね、一瞬で集まるぐらいの金額じゃないかなとか思ったりするので、事務所はね、本当にできればね、見れない不幸な人を防ぐためにも、検討してほしいなと、ちょっと思ったりもしました。自分の席からは、普通に見やすい、席でしたね。はい。でね、周辺の飲食施設っていう意味では、立川っていう場所柄ね、結構美味しい食べ物屋さんとかいっぱいあったりして、自分はね、焼肉井上っていうところに行って、食べたんだけど、ここはね、本当にディナーだと、カルビがね、5枚で、1500円前後くらい、するっていうので、結構ね、決してリーズナブルとは言えないところなんだけど、ランチだとね、ほんと1500円前後ぐらいで、定食で食べられるっていうので、めっちゃコスパがいいので、個人的にはおすすめですね。ちょっと一人で行くには厳しい場所かなと思いつつ、ランチだとね、お酒もめっちゃ安いので、結構ね、食べがてら、ライブ参戦っていうのもいいのかなと思いました。その他にも周りにね、餃子とか屋台のソフトクリーム屋さんとか、あとね、ピザ屋さんとかフレンチとかね、カフェと、結構ね、いろんなお店があるので、飲食がてらにね、ライブ行くなんてのも結構おすすめなんじゃないかなと思ったりもしました。あとはね、8月27日だと、お祭りなんかが行われててね、みこしが動いてたりもして、自分はね、あんまり見なかった、人が多すぎたんで見なかったんだけど、そういう楽しみもある場所なんじゃないかなと思いました。はい。じゃあ続いてなんだけど、セットリスト見ていきましょうか。ね。はい。セットリストは、こんな感じでした。まずね、ロマンスの途中から、意地抱き、裸のキス。で、そこからね、ミップルが登場して、ミップル紹介から、ファンキーフラッシュにね、ミップルも参加して、パフォーマンスと。個人的にはね、ファンキーフラッシュにね、ライブを通してめちゃめちゃ好きな楽曲になってて、本当にね、今回もめちゃくちゃ楽しかったですね。なんかもうカバーなんだけど、本当に山下達郎の楽曲のクオリティの高さと、やっぱりね、カバーのクオリティの高さ
両方感じられる、めっちゃいい曲になってるかなと思います。ダンスもね、すごくいいですしね。あとね、プラトニックプラネット、フューチャースマイル。あとね、曲ごとの見どころは、ちょっとこの後言っていこうかなと思うんだけど、シンクロ、これもめっちゃ好きな曲ですね。本当に染みました。と、MC からの、禁断症状。ここからね、ユニットの、フェーズになるんだけど、このね、ユニットセクションもね、本当にこう、初期ジュースが5人だったこともあって、本当にね、こう5人分かれのがすっごいしっくりくるっていうので、今ね、ほんとどの組み合わせも最強だなっていうのを改めて感じたんだけど、禁断症状、背伸び、素直に甘えて、愛のダイビングと。結構ね、こう、組み合わせも本当に面白くなってて、ここもね、今回のツアーの見どころなんじゃないかなと思います。で、あとはね、MC から、暴れてっか、ハバグッタイ、ガールズビーアンビシャス、それからね、プライドブライト、めっちゃ盛り上がるところですね。で、チョイス&チャンス、フィエスタフィエスタ、ゴール明日はあっちだよ。で、最後に、一人一人の挨拶の MC が入って、マジックオブラブということでね、後半の畳みかけがマジでエグいというね、セットリストになってます。あとはね、こう武道館公演になかった、この禁断症状とね、あとは、素直に甘えて、ここら辺がね、結構ユニット曲で、違いがあるところなので、ここもね、個人的にはすごくこう、注目ポイントだったなと思いました。はい。で、あとはね、ちょっとね、曲ごとの、注目ポイントね、個別に言っていこうかなと、思うんだけど、まずね、一つ目、個人的にめちゃめちゃね、驚いたのが、石山さくらさん。このね、動画のサムネにもしてるんだけど、ビジュアルめっちゃ強いなというのはもうね、周知の事実だと思うんだけど、今回歌唱力がね、本当にね、もうめちゃくちゃ進歩してて、そこにね、度肝を抜かれましたね。これまで声質とかこう発声っていうのは、もちろんいいっていうのはね、もう、こう気づいてはいたんだけど、やっぱりね、音程っていう意味では、こういうちょっとね、こう外れる、不安定なところがあったりして、ビジュアルメンバーで、歌唱の面では結構弱いかなっていう、こう、印象の、メンバーだったんだけど、今回ね、このライブのね、そういう気になる点がめちゃくちゃ改善されてて、声質がね、もともといいのもあって、かなりね、魅力的な歌声に進化していると思います。このユニット曲はね、ハロステにも上がってなかったりするので、ライブを追ってないと気づけないポイントだと思うので、このね、歌声をね、聞くためにもね、ライブ行くっていうね、価値があるっていうぐらい、すごいね、進化してると思います。これはね、本当にこう、注目ポイントだと思いますね。で、あとはね、歌声で言うと、井上レイさんね。これね、ここ MC でもこう歌についてこう触れてるところがこうあるんだけど、やっぱりね、かなりこう最近かなりパワフルになってるという印象で、ここもね、結構注目ポイントだと思います。なんかね、こう表現力とか、こうエモさっていう意味では、一つね、こうアイドルの壁を越えてきてるなっていうぐらいの、こう表現になっていて、かっこいいなっていうね、こう印象ですね。そういうこう成長っていう意味では、ほんと全てのメンバーに感じることができて、遠藤あかりさんもね、声のパワーがすごいアップしてるし、工藤ゆめさんもね、安定感がこうアップしてるし、松永理愛さんはね、さらにこう情熱的な歌声になってるっていうのでね、こう歌のね、迫力っていう意味でも、もうほんとそれだけでね、チケット代のお釣りが来るレベルじゃないかなと思いました。もうなんかね、目つぶってても楽しめちゃうというね、そんなね、ライブになってるかなと思います。あとはね、結構こう面白かったのが、やっぱ髪型のアレンジで、入江ね、リサチがね、ティアラをしていて、お姫様みたいにね、なってたりとか、あとね、こうね、江端木咲さんがね、ヘアアレンジで、最初ね、こう結構ね、こうボブの、ヘアだったんだけど、途中でね、髪型チェンジしてきたりとかして、こう一つの公演の中でもね、衣装チェンジだけではなくて、髪型も変わって出てくるっていうね、工夫がされてたりとかして、本当に飽きないライブになってたかなと思います。あとはね、結構こう紫色の衣装から黒色の衣装になってたんだけど、紫色の衣装の時にね、井上レイさんがこう紫色のリボンみたいなのをしてたりして、それもね、本当にこう、美しいというところで、あとはね、やっぱ個人的には、ポニーテールっぽいこう髪型だった石山さくらさんがね、本当にこう可愛くて、すごい目を引きましたね。全体的にそういうこう、髪型とか雰囲気が違うっていうのも、楽しめるポイントだったんじゃないかなと思います。
まあ、なんといってもね、有沢一華さんのバイオリンなんだけど、フューチャースマイル今回こう、瀬取りの中に入ってて、披露されるたびにね、個人的にすごい楽しみにしているところでもあったりするんだけど、バイオリンがね、武道館でも、この、演奏のアレンジがあって、そこからこう全部かけていこうのね、流れがあったりして、すごいね、良かったんだけど、今回ね、もうね、原曲とね、だいぶガラッと変えてるフレーズで、もうね、なんていうんだろう、低音をこう長く引っ張るような、重厚感が感じられるようなね、演奏になってたんだけど、ここもね、すごいこう、なんだろう、個人的にはグッときたポイントですね。それにね、そっからこう、歌に入っていくんだけど、ダンバラルールさんとね、上村あかりさんが、しっかりね、アジャストしてくるっていうので、ライブ感満載のね、ポイントだったんだけど、そこもね、最高だったし、やっぱりね、歌唱面っていう意味でも、本当にこう、なんて言うんだろう、全体的にね、安定感はもちろんあるんだけど、ね、今のこうジュースジュースの魅力、今のというか昔からそうかもしれないけど、すごいね、こうライブ感っていうのを感じさせてくれるような、自由なね、アレンジっていうのがすごいいっぱいあって、そこがね、本当にこう面白かったなと思うんだけど、その中でもね、やっぱりこう、なんて言うんだろう、特にこうライブ感を見せてくれるメンバーじゃないかなと、有沢一華さんっていうこうメンバーが、今のね、ジュースジュースのこうライブ感を彩るね、意味ではすごく重要なメンバーになってるんじゃないかなと感じました。あとはね、工藤ゆめちゃんがこうガールズビーアンビシャスの時に、あれ聞いてないとかね、なんかセリフっぽく言ったりとか、あとね、ゆめりあいがね、ゴールの時に、ここは折り返しかな、ここは通過点かなみたいなね、なんかこう、セリフみたいなこう喋りで、言ってたりとかして、ちょっとね、こう、なんだろう、こう、ふざけてるような感じなんだけど、このね、自由なね、なんかこう、アレンジみたいなのを、こうね、ぐい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 こう入れ込んでくる感じがね、本当にこう、ワクワクさせられるライブだったなと思います。なんかそういう意味では、なんだろうな、こうハロプロっていう、なんかね、ハロプロってこう歌が上手いとかこうよく言われるし、ジュースジュースも、よくね、そういう風にこう言われることが多いと思うんだけど、今の魅力っていう意味では、うまさっていうだけじゃなくてね、こういうこうなんだろうな、こう自由さというか、アレンジ感とか、あとね、こうね、エモーショナルさとか、そういうところに結構ね、今魅力がすごいこう溢れているグループになってるんじゃないかなと思いました。そういうこう自由さって意味では MC もね、なんかこう、松永里愛ちゃんが、川島美幸ちゃんに、なんか話したいことあるって聞いたときにねいや、私は特にないですとか答えてたんだけど、それに対してね、工藤ゆめちゃんがね、楽屋でいっぱい話してたもんね、みたいな話をしてたんだけど、結構ね、本当にこう自由な MC で、なんかそれもね、こう個人的に面白かったなと思いました。MC って意味ではね、工藤ゆめちゃんの MC が個人的に一番面白くて、そのミップルがね、喋ってる時に会場が赤く染まってたんだけど、この赤をね、ゆでだこの煮汁のフィルターがかかってるみたいとか言ってね。で、どういうことって思ったんだけど、いい意味で、食卓を彩るみたいないい意味で、そういう感想ですみたいなこと言ってて、めちゃめちゃな、MC だなと思ったんだけどね、それもすごく面白かったし、で、ピンクのね、はなんかこう、メンダコカラーだなとか言ってたり、ダンバラルルちゃんのオレンジもメンダコカラーですね、みたいなことを言ってて、もうね、その MC が本当にこう面白かったりもして、いや、本当になんか今のこう自由な感じがすごくこう、楽しいなと思いましたね。やっぱり、そういう意味では、ティフでも感じたことなんだけど、マジックオブラブのね、不幸感というのかな。なんかこう見てて、一花氏がね、江端きさきちゃんのほっぺたにこうチューをしようとしてこう避けられてたりとか、あとね、上村あかりさんがね、多分工藤ゆめちゃんだったと思うんだけど、こう膝の上で寝転がってたりとか、ステージの右端の方でね、一花氏と、リアイちゃんが、ロックダンスみたいなね、よくこう、なんだろう、中居正広さんとかよくやってるような、こうロックダンスみたいな、こう、勝負をね、始めてたりとか、もうね、目がね、ほんと2つだとね、全然こう足りないぐらいの、ほんとステージのこう、そこかしこでいろいろ繰り広げられてて、モニターだとね、本当にこう、歌ってるメンバーしか映らないところがあると思うので、本当にこう、引きで見られる、良いところだったのかなと、思いつつ、本当にね、目が足りないなっていうのが、感想でね、本当に面白かったです。やっぱなんと言っても、もうね、みんながもう認めるところだと思うんだけど、ほんと、ダンバラルルさんのね、テイク
マジでやばいっていうね。これはね、本当に、迫力がすごいし、なんだろうな。なんかこう、表現力っていう意味でも、ほんとビリビリビリっとこう体に来るような、本当に素晴らしい歌声でしたね。もう本当それだけでも、感動して、後にね、残るようなライブだったと思います。はい。そういうところでね、ライブとしては、本当に素晴らしい、ライブで、本当に多幸感溢れてもうね、ずっとニヤニヤしてて、帰り道ね、友達がいればね、本当にこう友達に対して、本当に良かったなとこう話したかったような感じなんだけど、いないので、こうやってちょっと YouTube で一人で撮ってるという感じなんだけど、本当に素晴らしいライブでしたね。なんかみんなの感想も本当にこう、聞いてみたいなという感じなんだけど、ここでね、MC の時にそう重大発表があって、もうみんなね、ファンの人は知ってると思うんだけど、アルバムがね、新たに発表されるということでね、既存曲のね、撮り直しなんかもあったりして、すごくこう見どころのあるアルバムなんだけど、ちょっとアルバムについてはね、また、長くなっちゃうので、別の動画でちょっといろいろ話していこうかなと思うんだけど、ブルーレイ版にね、まさかのヌーベルバーグの武道館公演がね、収録されるっていうので、個人的にはそれも結構驚きだったりしたんだけど、そういうね、嬉しい発表もあったりして、もうどんどんね、なんかこう嬉しい情報が入ってきて、本当に最近追っていて楽しいグループになってるなと、思いました。はい。ということでね、今回は、ライブの感想です。あとはね、ちょっとこれからまだ参戦してない人のために、必須アイテムとしてね、こう、簡単に言っていくと、まずね、チケット。自分はね、引き換え、いろんなこうサービスで、こう、いろんなライブ申し込んでたりする関係で、あれこれどこで申し込んだんだっけみたいなことになったりしてね、ちょっと直前に混乱しちゃったりしたんだけど、チケット忘れないようにしてください。で、あとは、必須アイテムとしては、今回ね、結構持ってる人少なかった気がするんだけど、タオル。タオルはね、できれば、やっぱりね、ゴール、明日はあっちだよっていう曲の時に、振り回したりもするので、できればね、持っていくといいと思います。で、あとはペンライトね。やっぱりハロプロのライブの時は、9割方の人が持ってるので、あった方がいいと思うんだけど、公式がね、ペンライト売ってるんで、もちろんそれを買うのが、おすすめなんだけど、いろんなね、グループをしてて、色がね、こうない色とかがあったりして困るとかいう人は、キングブレードとかね、買うといいのかなと思います。あとはね、使ってる人は稀なんだけど、自分の前の人とかは使ってたけどね、双眼鏡とかね、あってもいいのかなと思います。必須のアイテムはそれぐらいかなと思いました。あとはこうグッズの買い方なんだけど、UF グッズオーダーっていうね、アプリで事前に注文して、当日ね、QR コードを見せて購入する、仕組みになってるので、入場後ね、会場で買えないので、注意が必要かなと思いました。そんなにこうなんでこうサクサク買えるので、30分前とかでもね、買えるような状態にはなってたなと思います。そんな感じですね。はい。今回のライブなんだけど、やっぱりね、大箱じゃなくても、ほんと歌声がね、素晴らしいというところで、個人的にはものすごくこう満足できるライブでした。やっぱりね、なんて言うんだろうな、こう最近のこうジュースっていう意味では、本当にアイドルなんだけど、本当に歌声って意味では、本当にこうアイドルっていうね、こう既成概念の、枠をね、飛び越えてるような、素晴らしいパフォーマンスを、見せてくれてるかなと思うので、今後もね、目まぐるしくこう成長するメンバーをね、見逃さないためにも、ちょこちょこライブに行きたいなと思います。次の自分のライブはね、川口リディアの、ライブとね、あとはね、平安神宮のライブなんかをこう入れてたりもするので、他に参戦する人がいたら、そちらもね、レポしていこうと思うので、楽しみにしていただければなと思います。今回はこんなところで。じゃあまたね、次回も楽しみに。ブルートンでした。バイバーイ。